鳥羽祭り18歳、青蘭女子大学の1年に在籍中、竜道4兄弟の生活を文明的に維持する会の会長。実はその私、殺されてしまうのです。いえ、ということにされてしまうのです。それは4兄弟の留守を預かってだだっ広い竜道家でのんびりとなどとしている時でありました。しかも殺されたのは私一人ではなく、その上犯人はなんとはじめさんたちなんだって。昨日深夜、学院の経営権をめぐる争いで理事長一家が甥兄弟に惨殺されるという事件が発生しました。殺されたのは共和学院理事長鳥羽誠一郎さん、その妻紗恵子さん、娘のまつりさんの3人で、容疑者は鳥羽さんの甥にあたる竜道をはじめとその3人の弟です。あらら、うちの周りがパトカーだらけ。泥棒でも入ったんですかね。ここから先はダメダメ。U ターンして U ターン。そりゃないよ、あれ俺んちだもん。何？お、こいつら竜道家の。いたぞ、竜道4兄弟。鈴くん U ターンだ。警察だ。新海三郎だな。そうだが、竜道4兄弟といえばわかるな。ああ、ニュースは見たよ。じゃあ開けろ。家宅捜索か。令状は？てめえなめるなよ。おいおい、新聞記者の家に令状も持たずに踏み込むなんてな。そんな間抜けはやめた方がいいぜ。警察官の横暴ぶりを記事にするなんて野暮は言わん。引き取ってくれ。やろう、今度駐車違反でぶち込んでやる。こちら26号車、現在地2丁目35。引き続き監視します。やれやれ。すみません先輩、ご迷惑かけて。この調子じゃお前たちの知り合いのとこ全部に刑事が言ってるぜ。そうでしょうね。これだけマスコミと警察を動かせるとなるとよほどでかい相手に睨まれたな。例の老人か。そんなところです。どうぞ、アメリカンで入れてみました。お、悪いね。いいえ、居候の身分ですから。やっはー、やってやった。ねえ、僕にも貸して。もうねえねえ。ちょっと待った、もう少し。その身分をわきまえない人たちもいるようですけど。よしくまつりちゃん、本当に殺されちまったのかな。罠でしょうね。まつりちゃんが死ぬもんか。18時20分、旋回に入ります。君たちがここにいるのはとっくにバレているようだな。
だったら来りゃいいじゃん。盛大に出迎えてやるのに。何かを待ってるんだ。僕たちが動くのをですか？イライラするなもう。あれ、あのヘリのライトなんかおかしいや。あれはモールス信号だ。ああ、これは数字だな。1908。うちの電話番号だ。通じたぜ。ただいま転送しております。転送してるってよ。転送？もしもし、もしもし。流動家の人間か？流動はじめだ。そっちは？要件のみ伝える。おじ一家は生きてる。お前たちが我々の正体に応じてくれれば彼らは無事に帰そう。正体だと？もし拒否すればおじ一家はニュースと同じ運命をたどることになる。聞かせてもらおうか。明日正午、自衛隊の東富士演習場に。東富士演習場だ。演習場の中に赤い旗が立っている。赤い旗？その旗の下でおじ一家と合わせて。みんな無事なんだろうな。はじめさん聞いてよ、こいつらひどいの。では明日正午待っている。切れた。ねえ、まつりちゃんは？無事だった？生きてた？俺の車使ってくれ。すいません、迷惑ばかりかけて。構わんよ。俺昔から君たち兄弟に興味があったんだ。ジャーナリストとしてだけじゃなく、俺個人として伝説の神秘とその超論理性についてね、いつか事情を聞かせてもらうことあるかな。ええ、話せる時が来たら、その時は。おい起きろ、出てきたぞ。車はちゃんと返してくれよな。まだローンが残ってるんだから。今日も晴れそうだな。この新海という素敵なおじさま、失礼、まだ30枚だったわね。とにかく新海さんはこの後も竜道兄弟と深く関わる運命だったのです。それはさておき、竜道4兄弟が東富士演習場を目指してひた走っている頃、4兄弟の新たな敵が日本の土を踏んだのでした。
こそレディエル。状況はどうミスター・タウンゼンド。ベリーグッドだ。ドラゴン4兄弟の正体は間もなくわかる。そう、わざわざニューヨークから来た甲斐がありそうね。お見えになりました。ようこそおいでくださいました。本日は午前自ら演習をご覧くださると聞き、士官はじめ全自衛官士気すこぶる高まっております。司令官。はこの演習101部隊を参加させる。は第101特務部隊レッドベレーをでございますか。小隊長、少しはシャキッとしてください。まったく部下への示しがつかないじゃないですか。へいへい。顔を明細してください。規則違反ですよ。ダメ？俺肌が弱くてさ。いつもこうなんだから本当にもう。どっかの国が攻めてくるわけじゃねえ。演習はあくまでも演習よ。ビールねえかビール。ありません。それより小隊長、変な噂が流れてます。司令官が銀座の女でも同行してるのか。この演習にレッドベレーが参加するらしいって。何？どうでもいいか。聞かなかったことにしよう。全員配置につけ。演習開始15分前。小隊長、どこへ行かれるんですか。うっせえな。しょんべんだよ、しょんべん。この人、水地正彦二等陸尉。防衛大学でのエリートなのにひたすら不良自衛官の道を歩んでいるのです。この人も実は竜道4兄弟と因縁浅からぬ仲なのでした。あとは主役の登場を待つだけだな。見事主役を務められるかしらね。どうします？兄さん、やってみます？先輩の車をお釈迦にするわけにはいかないよ。では。12時10分前だ。急ぐぞ。
あれはなんてこった。司令部に緊急連絡。民間人が演習区画に迷い込んだ。はっ。御前、あと3分ほどで演習開始です。司令官。なんだ。はっ。それが。どうした。実は。なんだと。どうした。はっ。民間人が誤って演習区画に入り込んだと前線からの情報です。全部隊に伝達。演習は一時中止。中止せずともよい。は？わしは中止せずともよいと言ったのじゃ。しかし司令。伝達はするな。演習は予定通り行う。見せてもらうぞ、竜道兄弟。赤い旗なんてどこにあるのさ。サンキュー。どうも俺たち鎌倉の老人にいいように動かされてるみたいだな。これだけ広くて、しかも一般の人間は出入りしない。演習の名を借りて僕たちを始末する。そんなところだろうな。でもそれは奴らの考え。こっちはまつりちゃんたちを助け出すさえすればそれでいい。ターゲットの画像捉えました。解像度限界です。なんて綺麗な顔立ちをしているの。デートする時が楽しみだわ。あそこ見て見て。12時だ。間に合ったな。やっはー。やった一番乗り。何なんですかこれは。まさか砲撃の着弾って。撃てー。奴らも演習場に呼ばれた意味ぐらいは分かっていたはず。こうも簡単に策にはまるとは。竜の血が流れてはいても所詮まだ子供か。罠にはまるなんて。俺は長男失格だな。まつりちゃんを心配するあまり判断力が鈍ったんですよ。そんな言葉ちっとも慰めにならないね。でどうするのさこれから。俺たちだけで逃げ出すのは簡単だが、もし本当に赤い旗の下にまつりちゃんがいたとしたら。迷うことはありません。まつりちゃんなしでこれからの食生活が考えられますか。生きている？民間人がまだ生きているというのか。はい、報告によりますと着弾地点を走り回っているとか。なんだと。御前、演習を続けたまえ。その民間人については第101特務部隊が処理をする。処理？民間人を？それは御前。妙な気は起こすな。この場で君を体感させることぐらい造作もないことだ。わしにとってはな。はっはっ。
りちゃん、そばのおじさん、納税者を撃つとは罰当たりめ。かっこいい。標的2名、射程距離に入りました。全力を挙げて攻撃せよ。撃てー。小原君とアマル君が目標追撃中、追撃中。アマル、兄貴たち大丈夫かな。知らない。民間人が入り込んでるだと。はい、そういう報告ですが。それが分かってて演習続けてるってのはどういうわけだ。自分に聞かれましても。レッドベレーも出てるって言ってたな。はあ。ひょっとして映画のロケだったりしてな。はあ。よし、決めだ。小隊長、どちらへ。ちょっと散歩だ。指揮は任せた。そんな任されたって。うちの小隊長野獣までミーハーだからな。動くな。ここは民間人は立ち入り禁止のはずですよ。ああ、すいません。キャンプに来て道に迷ってしまって。キャンプ場から20キロありますよ。とにかくここは危険だ。我々と一緒に安全地帯まで来てください。すいません。危ない。ひでえ、第8小隊全滅かよ。やったのはレッドベレーか。どうにもきなくせえな。映画のロケじゃねえな。待った、僕です。ご無事で兄さん。ああ、なんとかな。おわるくんたちはどうしてますかね。わからん。
アオル、ちょっとここで待っててくれる？いつまでも逃げるだけじゃきりねえからさ。じゃあにウォール兄さん。よし、一度でいいからこいつでドライブしたかったんだ俺。何をグズグズやっておる。いつまで待たせるつもりだ。幸いなことに敵は私が小学校の頃に日本のコマネチを目指したことを知らなかったのです。そしてとりあえず私はこんこんと眠り続ける父と母をその場に残して穴の外の様子を見ることにしたのです。あんた映画の出演者、カメラどこ？あのね、私の共演者がこの辺りをうろうろしているはずなの。何人？ 4人。探すの手伝う？手伝わない？御殿場のカラオケボックス付き合う？標的捉えました。捕獲も可能です。その必要はない。永久火器の使用を許可する。永久エアゾル爆弾を。聞こえなかったのか命令が。了解しました。何これ？エアゾール爆弾だ。綺麗ねバカだ。この辺り一帯吹き飛ばされるぞ。逃げろ。この声はアマルくん。なんだこれは。ついに目覚めおったか。あれ何？こっちが教えてほしいよ。おわるくん。おい、アマル！知り合いか？うん、親戚。
富士山頂東側に異常気圧発生。中心気圧880ミリバール。小型ですが極めて強力な台風のようなものです。いいえ、台風そのものよ。信じられん。あれが個人によって引き起こされたパワーだなんて。あれは彼らの能力のほんの一部に過ぎませんのよ。君が本部から派遣されてきた理由が分かったよ、レディエール。中心気圧が800ミリバールに低下。毎秒300ミリの猛烈な豪雨を伴っています。兄貴、言い訳を聞こうか。お前がついていながらハマるが話してよ。そうだよ、俺が悪いんだよ。ああ、俺がちょっと目を離しちまったんだよ。だから何さ、俺を責めたって今さらどうにもなんねえじゃん。あいつはもう竜になっちゃって苦しそうに辛そうに泣き声を上げてるんだから。腕！こちら東部方面隊演習司令部防衛庁本部、応答願います。ただいま13時07分、上空の未確認物体を迎撃中。スクランブルを要請します。スクランブルを。ダメです、司令官。通信不能です。上空に強力な磁場があって電波障害を起こしています。ご存知なんですね。あれは一体何なんですか？お前たちは総力を挙げて攻撃を続けるのだ。それ以上は知らぬ方がいい。こちらエリートブルー2、ただいま緊急通信を一部傍受。東部方面隊演習司令部、応答せよ。詳細を述べよう。応答せよ。現在富士山上空高度。なんだあれは。北海黒竜を水と気象を意のままに操る能力を持つと聞いていたが想像以上の力じゃ。俺は間違っていたんだろうか。何がですか？俺はずっとアマルの潜在能力を抑えつけようとしてきた。だがそれは逆効果だったかもしれない。抑えつけずにパワーを制御する方法を学ばせるべきだったと。こんな状況を予想しなかったわけじゃないんだが、アマル君を元に戻してやる方法はないんですか？わからない。ああしてエネルギーを放出しきれば、あるいはもし永久にエネルギーが尽きなければ。俺もいつかああなるんだろうか。しましょう。演習は中止です。悪天候では戦争できんか。自衛隊らしい発想だな。第101部隊全滅した模様です。分かりきった報告をするでない。相手は竜だ。よし、例のものを用意しろ。ああ。失礼いたします。
しのものになれ。わしのものになれ。アマル、どうしちゃったの？落ちたんですよ。いや、脅されたのかも。行くぞ。アマル！おーい！アマル君。南海交流王か。羨ましいほどの若さと美貌じゃな。離せ！あの腕、あれは。わしはお前たちのような竜種ではない。だがお前たちと同じような力がわしにもある。竜泉郷でわしは一人の女を殺し、その血をすすったのじゃ。そのために何ヶ月も高熱を出して苦しんだがの。竜種の素晴らしい体はわしのものとなった。戦中戦後わしは幾度テロリストたちに狙われたかわからぬ。だがそれを免れてきたのは銃弾も刀も通さぬこの体のおかげだ。竜王たちよ、わしに血をよこせ。お前たちの血を売ることができればわしはもっと若く強くなれる。アマル君はどこ？地の底で海国竜王がのたうっておる。竜となっても己の力を制御できずに苦しんでおるわ。わしならば竜の力を無駄なく使うがな。わしはわしの手で殺した竜種の女の血を一滴も無駄にはしてこなかった。50年間にわたって保存し少しずつ使ってきた。そして先ほど最後の血をわしの体内に入れた。これであと10年は持つ。10年は日本も安泰じゃ。わしの力でな。だが問題はその先だ。その先もわしは力を持ち続けなければならんのだ。気持ち悪い。はっきり言おう。我々兄弟はあんたに血はやらない。たとえ一滴でもだ。はじめ兄貴。北海黒竜王。
ただぐったりして家路に着いたのであります。でもその日、私たちを見送った夕焼けに映える富士があまりに美しすぎるのが、私は妙に癪に触っていました。愛しい人よ、風に向かってその髪なびくままに何かに耐えている。人は誰でも孤独だけれど、それでも助け合える。誰かを愛してる。見上げる空の彼方にも気分は溢れているよ。いつでも君の味方、大丈夫、信じていて。今日はフェアリーランドで楽しい休日だ。油断は禁物。新たな敵が襲ってきましたよ。フェアリーランド、湾岸道路、夢の島。逃げ回る4兄弟に襲いかかる魔の手。ああ、東京ベイブリッジが落ちた。柔道4兄弟最大のピンチかな。次回東京湾競争局。いろいろお騒がせしてます。